こんにちは、さゆりです。皆さんお元気ですか？今日のポッドキャストは日本の食べ物シリーズです。前にも牛丼、ラーメン、寿司などのことについて話しましたが、今日はお好み焼きについて話そうと思います。皆さんはお好み焼きを食べたことがありますか？海外ではよくジャパニーズピッツァやジャパニーズセーブリーパンケーキと紹介されますが、実はピザともパンケーキとも少し違います。今日はこのお好み焼きの歴史やお好み焼きの種類についても話します。まず、お好み焼きという名前について考えましょう。この言葉は2つの部分に分けられます。お好みと焼きです。お好みは好きなものや好みという意味です。焼きは焼くことです。つまり、お好み焼きの本来の意味は、自分の好きな具材を好きなように焼いて食べるという自由な料理なんです。基本的には小麦粉を水で溶いた生地にキャベツ、卵、お肉、魚介類などを入れて鉄板で焼きます。最後に甘辛い茶色のソースとマヨネーズをかけて食べます。次は歴史についてです。実はお好み焼きのルーツは有名な茶道の先生、千利休に関係があると言われています。安土桃山時代、16世紀頃、千利休が茶会で出した麩の焼きというお菓子がお好み焼きの遠い先祖だと言われています。これは小麦粉を水で溶いて薄く焼き、味噌などを塗ったものでした。その後、時代が変わるにつれて、ネギを入れたり、ソースを塗ったりするようになりました。お好み焼きが今の形に近づいたのは、第二次世界大戦の後です。戦後の日本は食料不足でお米が足りませんでした。でもアメリカからの支援で小麦粉は手に入りました。そこで人々はお米を水で溶き、少しの野菜や魚を混ぜて焼いて食べるようになりました。この時は安くてお腹いっぱいになる庶民の味として考えられていて、そんなに人気の料理ではありませんでした。でも1950年代になると、場所やお店ごとにいろいろな具材が使われるようになって、子供から大人までみんながよく食べる料理になったそうです。さて、ここからはお好み焼きの種類について話そうと思います。お好み焼きは大きく分けて2つのスタイルがあります。大阪風と広島風です。大阪風は関西風ということもあります。日本人の間でもどっちが好きとよく議論になります。まず大阪風、関西風とも言います。これは混ぜ焼きと呼ばれます。作り方はとてもシンプルです。生地、細かく切ったキャベツ、卵、具材をすべてボウルに入れて、スプーンでぐるぐると混ぜてから焼きます。空気を含んで焼くので、
食感はふわふわで厚みがあります。家庭でも作りやすいので、私の家でもよくお好み焼きを作ることがあります。一方、広島風は全く違います。こちらは重ね焼きです。具材を混ぜません。まず薄いクレープのような生地を鉄板で焼きます。その上にたくさんのキャベツ、豚肉などを順番に重ねて蒸し焼きにします。そして広島風の一番の特徴は麺が入っていることです。焼きそば用の麺やうどんを一緒に焼いて最後に卵も重ねます。作るのが難しいので家で作るよりもレストランで食べるのが一般的です。実はこの大阪風のお好み焼きも広島風のお好み焼きもコンビニで買うことができます。皆さん興味があったらコンビニで探してみてくださいね。最後に食べ方についても紹介します。お好み焼きに絶対必要なのがソースです。日本のスーパーに行くとお好み焼きのソースがたくさん売っています。その中でもおたふくソースというブランドが特に有名です。野菜や果物をたっぷり使った甘くて濃厚なソースです。そしてお好み焼きのトッピングも重要です。ソースの上からマヨネーズをかけて、さらに青のりと鰹節を散らします。いかがでしたか？今日はお好み焼きについてお話ししました。混ぜて焼く大阪風と重ねて麺を入れる広島風。皆さんはどちらを食べてみたいですか？日本に旅行に来た時は、ぜひ両方のお好み焼きを食べて味の違いを比べてみてください。そしてもし日本人の友達ができたら、大阪風と広島風どっちが好き？と聞いてみてください。きっと楽しい話ができると思います。それでは今日のポッドキャストはここで終わります。ポッドキャストのスクリプトが見たい方は私のブログで見ることができるので、概要欄にある URL から見てくださいね。そして日本語のレッスンに興味がある方、私は iTalki というプラットフォームで日本語のレッスンをしています。このレッスンも概要欄の URL から見られるので、ぜひ見てみてください。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。